RX77 の2ガンキャノン。進化の系譜。RX77 の2ガンキャノンは、機動戦士ガンダムに登場する地球連邦軍のモビルスーツです。一年戦争では、ホワイトベース所属の開始伝が主に登場し、最終決戦であるアバオア空戦まで戦い抜きました。剣部に中距離支援用のキャノン砲を装備しているのが特徴的で、そのコンセプトから多くの派生機が開発されています。今回は、そんなガンキャノンと、その進化の系譜について解説させていただきます。ミハル、俺はもう悲しまないぜ。お前みたいな子を増やさないために、ジオンを叩く。徹底的にな。一年戦争が勃発する前年の宇宙世紀0078、ジオン公国と連邦軍は緊張状態の関係にあり、両陣営激しい軍事開発が行われていました。その中で、ジオン公国は、人型機動兵器、モビルスーツの開発を推進していきます。一方、連邦軍も、ジオン軍のモビルスーツ開発の情報を手に入れ、対抗兵器の開発として RX 計画がスタートしますが、連邦側は、モビルスーツの有効性に懐疑的だったため、積極的には行われていませんでした。しかし、0079-1月に勃発したルーム戦役で、ジオン軍に大敗を喫し、モビルスーツの脅威を見せつけられた連邦軍は、レビル将軍の主導で V 作戦を始動しました。V 作戦は、RX 計画の流れを組みつつ、モビルスーツの開発と量産化、モビルスーツの運用を前提とする専用母艦の建造、モビルスーツの運用方法の確立の3つをコンセプトに進められます。その中でも、モビルスーツ開発に関しては、対モビルスーツ戦に重きを置いた、白兵専用モビルスーツと、支援用モビルスーツを柱として進められました。この時、機動力の問題を解消した支援用モビルスーツとして開発された機体がガンキャノンとなります。もともと、ガンキャノンは、ガンタンクが抱えていたモビルスーツとしての欠点を解消するために開発された機体です。宇宙世紀0078に始動した RX 計画では、ガンダムの装甲にも使われたルナチタニウム合金やコアブロックシステムなど、基礎技術の研究が行われていました。こうして、連邦軍初のモビルスーツ、ガンタンクが開発されますが、ジオン軍のモビルスーツに比べ、機動性でははるかに劣っていました。そこで、この研究をもとに、二足歩行モビルスーツの開発が推進されていき、完成したモビルスーツが RXM1 となります。RXM1 は、実戦配備される機体ではなく、あくまで研究用素体モビルスーツとして開発されており、ジオンからの亡命者の技術が盛り込まれたとされています。また、RX シリーズのベース機体としては、RXM1 の他にも、露獲したザクのデータをもとに開発されたガンボーイと呼ばれる機体が名称のみ存在します。こうして、試作機からのフィードバックを受け、いくつかの発展型モビルスーツが開発されました。それが、ガンダムの第一線仕様となるプロトタイプガンダム、ジムの分析や研究に用いられたザニー、そして、プロトタイプガンキャノンの3機となります。RX77 の1プロトタイプガンキャノンは、ガンキャノン初期型とも呼ばれる機体で、具体的な詳細が不明とされています。ここから派生型として、RX77 の 1A ガンキャノン A が開発されました。ガンキャノン A は、ガンキャノンと装甲の形状は異なるものの、規格が統一されていたので、カタログスペックはほぼ同じとされる機体です。こうした多くの試作を経て完成に至ったのが、RX77 の2ガンキャノンとなります。なお、機体番号の末尾の2は、試作機 RX771 に次いで開発された先行型仕様という意味を持ちます。ガンキャノンは、ガンタンクで問題視されていたモビルスーツとしての機能性の低さが解消され、支援用モビルスーツとして優れた戦闘力を獲得していました。また、ルナチタニウム合金による積載装甲を採用した結果、その強度は、ジオン軍のモビルスーツの5、6倍となったので、当たってもどうということはない堅牢さを誇ります。また、背部に2機のランドセルを装備しており、キャノン砲の排気口兼スラスターの役割を担っています。機動性は高くありませんが、ジオン軍のモビルスーツに十分匹敵するもので、ゲーム、ガンダム戦記のムービーでは、キャノンであのスピードなのか、と、ジオン軍のエリク・ブランケ少佐を驚かせていました。また、RX シリーズの特徴であるコアブロックシステムも導入していますが、このシステムを導入したことで、生産性の低下を招き、ザク2の4倍ものコストを要してしまいました。他に、本機のメインカメラは、
バイザーで覆われたモノセンサー方式となっています。これはガンダムのデュアルセンサー方式より生産工程を簡略化できるとされているセンサー方式ですが、ガンキャノンが砲撃戦仕様がゆえに結果的にはガンダムより複雑化してしまっています。なおこのセンサー構造はジムに受け継がれています。武装としてはまず剣部キャノン砲を装備しています。口径は 240mm または 360mm とも言われており、低反動の実体砲弾が採用されました。ガンタンクのキャノン砲に比べると大口径の単砲身で射程は短いものの、まさかのザクマシンガンと同等の速射性を誇り、さらに重力下では弾道を描く砲撃も可能とされています。このキャノン砲は策薬用液体燃料を用いて弾薬を発射する方式を採用しており、弾頭は上半身、液体燃料は下半身に搭載されています。このキャノン砲は12連装ミサイルポッドまたはスプレーミサイルランチャーと呼ばれる装備に換装可能で、汎用性にも優れていました。次にビーム兵装として XBR-M79A ビームライフルを装備しています。ガンダムに装備された XBR-L タイプに比べて取り回しに難がありますが、優れた照準精度と 30km もの射程を有しています。もともとガンキャノンにはビーム兵器を装備する予定はありませんでしたが、ガンダムの完成後ルナ2で熱核反応炉の改造を受けてビームライフルの携行が可能となりました。また近接防御用として頭部に 60mm 口径のバルカン砲を2機装備しているほか、劇場版機動戦士ガンダム巡り合い空編ではオプション兵装としてハンドグレネードを装備している場面も見られました。なおマスターグレード版のガンプラでは収納ギミックも追加されています。ガンキャノンはあくまで支援機なので、ビームサーベルのような白兵戦を想定した装備は搭載されていませんが、ガンダムを超える堅牢な機体構造が功を奏し、白兵戦においてもジオン軍のモビルスーツに優位に立つことができました。特に岩を投げつけるシーンは印象強く、多くのゲーム作品でガンキャノンの格闘戦闘力の高さを象徴する技として採用されています。そんなガンキャノンは先行試作型として6機が製造され、うち3機がサイド7での完熟テストに回されましたが、シャアーズナブル率いる部隊に襲撃され2機が破壊されてしまいます。その後かろうじて破壊を免れた1機がホワイトベースに配備されました。劇中では主に開始伝がメインパイロットを務めますが、状況に応じてアムロレイ、リュウ・ホセイ、ハヤト・小林も本機に登場しています。また劇場版機動戦士ガンダム3巡り合い空編ではジャブローにてガンタンクと入れ替わりで1機が追加配備されました。その際カイの機体には C108、ハヤトの機体には C109 の機体番号が与えられ、一年戦争終戦まで戦い抜きます。この2機は最終戦となるアッバオア空戦にて失われましたが、後に C108 のレプリカが建造され、続編となる機動戦士ゼータガンダムにて宇宙博物館に展示されているのが確認できます。なお小説版機動戦士ガンダムにも同じく機体番号が与えられた2機のガンキャノンが登場しました。こちらの設定は基本的にアニメ版と変わりませんが、頭頂高 17.5 メートルから16メートルに小型化され、さらにガンダムと同じシールドを装備しているのが特徴です。またアニメと違い最初から2機のガンキャノンが配備されていますが、そのうちの1機はテキサスゾーンで竜が登場するも喪失し、ハヤット機が劇場版同様ジャグローで追加配備されています。また漫画機動戦士ガンダムジオリジンにもガンキャノンが登場しますが、こちらはデザインに違いが見られるほか、テレビ版が連邦軍によって開発されていたことに対し、オリジン版ではアナハイムエレクトロニクス社によって開発されていて、全体的な開発経緯が異なっています。オリジンではジオンの人型兵器開発情報を受け、連邦側もすぐに対抗兵器の開発に着手しており、ザクワンと時を同じくしてガンキャノン最初期型がロールアウトしました。しかし連邦側は対モビルスーツ戦闘に重きを置いて開発しておらず、デムレイもミノフスキー博士がモビルスーツと名付けたのはこれではないと語っています。それを実証するかのように、ミノフスキー博士がジオンから連邦に亡命する事件にて敵機兵中隊に配備された12機がザクワン4機、ブグ1機と戦闘を行いますが、あえなく全滅しています。この戦闘を発端に
テムは対モビルスーツ戦に比重を置いたガンダムの開発を推し進めました。ガンダムって戦闘すればするほど戦い方を覚えて強くなるっていくつか。こうしてほろ苦いデビュー戦を飾った最初期型を引き継ぐ形で開発されたのがガンキャノン起動試験型となります。本機は起動性能の調整や追加装備の採用などを行う評価試験用に開発された機体です。特徴として頭部にガンダムを思わせる V 字アンテナを搭載しています。そしてガンキャノン起動試験型の後にガンキャノン火力試験型が開発されました。こちらは長距離支援用の装備などの試験を目的に製作された試験機です。ガンタンク初期型と同型の武装が採用されており、剣部には大口径砲、右前腕部には4連装機関砲を装備しています。また砲撃手用のコックピットが新たに増設されました。こうして試験機のフィードバックを受け、中距離支援機の機能に特化して開発されたのがガンキャノン前期型となります。こちらは正式名称ではなく、オリジンの前半に登場するガンキャノンを指して便宜的に呼ばれています。本機はアニメ版と相違点が多く、マニピュレーターは5本ではなく3本指になり、頭頂部にはガンダムと同型のカメラが設置され、後頭部のアンテナが側頭部に移動し、ビームライフルの形状も異なっています。また機体性能でもアニメ版とは大きく異なっており、アニメでは互角以上の戦いをしたザク2にも歯が立たないとされていました。作中ではホワイトベースに3機配備され、ジョブ・ジョン、カイ、そしてダニエル・シェーンベルクが主に運用していますが、大破する場面が描かれています。なお作中ではカイの機体が大破した際に露獲したコズンのザク2の胴体にガンキャノンの頭部を無理やり装着したキャノンザクも登場しました。作中でカイはキャノンザクと呼んでいますが、公式ではザクキャノンとされている機体となります。またキャノンの名を冠していますが、キャノン砲は搭載されていません。このように戦力としては心もとないオリジン版ガンキャノンですが、作中でジムの技術をフィードバックし、何度もバージョンアップが行われました。こうしてオリジン後半から登場したのがガンキャノン後期型となります。こちらはかなりアニメ版に近づいたデザインになりました。最終的にホワイトベースに4機が配備され、うち2機が最終戦のアバオア空戦でも破壊を免れています。なおオリジンの設定準拠の映画機動戦士ガンダムククルス・ドアンの島には後期型の外観をしたガンキャノンが登場しており、カイとハヤトが登場して戦いを繰り広げる様子が描かれています。こうして一年戦争をくぐり抜けたガンキャノンですが、その利便性から初期ロットの6機だけにとどまらず、少数ながら生産が行われ、各部隊に配備されていました。また中距離支援機としての完成度が高く、多くの派生機体が開発されていきました。まずプロトタイプジムキャノンです。ジムのパーツを流用することでガンキャノンの簡易量産化を図った機体となっています。その思惑は大成功し、本機をベースにジムキャノンやジムキャノン2といったジム系統の砲撃支援装備が開発されていくことになりました。ジムキャノンではジムとの部品共有率は 60% にもなり、生産性が格段に向上しています。またその運用のしやすさから様々な部隊で使用され、グリプス戦役時に近代化改修が施されて配備された機体も見られます。次にガンキャノン重装型です。こちらはガンキャノンを単機または同じ支援機で編成された隊での運用を想定した機体です。ジムキャノンと並行して開発され、火力装甲面での改修とキャノン砲の反動軽減が図られていますが、重量増加による機動性の低下を補えず、少数が生産されるにとどまりました。なお本機には様々なカスタマイズが施されており、モビルスーツバリエーションではビームキャノンを追加装備したガンキャノン重装型ビームキャノン装備型が登場。書籍ガンダムウォーズプロジェクトゼータの作例では大型化したキャノン砲を装備したベアキャリアが登場。さらに MSVR や PS3 用ゲーム機動戦士ガンダムサイドストーリーズのシナリオミッシングリンクでは各所のスラスターを増設して機動力の向上を図ったガンキャノン重装型タイプ D といったバリエーション機が存在します。そしてそんなガンキャノン重装型をベースに開発されたのがガンキャノン2となります。ジャブロー戦以降で投入された機体とされており、ビームキャノンを搭載することでキャノン砲発射時の反動を抑えることに成功しています。なお
ジムキャノン2は、ジムに、ガンキャノン2の技術を転用することで完成しています。また、ガンキャノン2と同じく、一年戦争末期には量産型ガンキャノンも開発されました。ジムコマンドなどを含めた高機生産型ジムと多くのパーツを共有することで生産性の向上が図られています。また、装甲材を希少なルナチタニウム合金からチタンセラミック複合材へ変更するなど徹底したコストダウンが図られました。しかし、それにもかかわらず、本機はガンキャノンに匹敵するスペックを誇ったとされています。ただし、完成が一年戦争終戦間際だったことや、コスト面では、ジムキャノンの方が優れているといった判断もあって、少数の部隊に配備されるのみとなりました。本機は、OVA、機動戦士ガンダム、ポケットの中の戦争に登場し、ペガサス級強襲揚陸艦、グレイファントムに所属するスカーレット隊に若干数配備されていますが、その堅牢さを生かす間もなく、ケンプファー一気に全滅させられました。発進から全滅まであっという間だったというあっけなさから、ガンダム界屈指の出落ち部隊としてネット上で語り継がれています。そんな性能の割に見せ場のなかった量産型ガンキャノンですが、後期生産型として陸戦用モビルスーツガンキャノン量産型回が開発されています。こちらは PC 用ゲーム機動戦士ガンダムリターンオブジオンに登場した機体で、機動性以外の性能がジムキャノン2を上回っているとされ、宇宙世紀0089、アフリカで現役運用されています。他にも、漫画、機動戦士ガンダム、グランドゼロ、コロニーの落ちた地で、ライズフロムアッシズでは、陸戦型ガンキャノンが登場します。本機は、RX78 ガンダムの余剰パーツを元に製造された陸戦型ガンダムと同じように、RX77 ガンキャノンの余剰パーツを用いて生産された機体です。そのため、コアブロックシステムが廃止されており、さらに余剰パーツを用いられたという特性上、機体ごとに性能のばらつきが出るのを抑えるため、リミッターを用いた性能の均一化が施されています。しかし、整備性が悪く、補給パーツの供給も乏しいため、あくまで正式量産型が配備されるまでのつなぎとされていました。他にも、機動戦士ガンダムサンダーボルトでは、水中型のガンキャノンアクアが登場しています。中排水口を創設した潜水仕様で、水中専用のニードルガンや魚雷を搭載しています。こちらは漫画版では赤が基調の機体ですが、アニメ版では青が基調の機体となっています。また、サンダーボルトにはブルジーが登場します。出生がややこしい機体で、元はガンキャノン2の試作発展機でありながら、頭部はジムキャノン2と同型のものとされており、そこにガンダムフェイスを取り付けた機体となります。ガンダムフェイスなものの、中身はガンキャノン系列ということで、ボーマン総督からガンダムの冠さえつけりゃ売れると思いよって、と耳の痛い言葉を投げかけられていました。このように、ガンキャノンは高い支援能力を生かした派生機体が多く存在しますが、他にガンキャノンの名を冠しながらも、別の機体をベースとして開発されたものも存在します。まずスマホゲーム、機動戦士ガンダム UC エンゲージにて登場する量産型ガンキャノン2です。こちらは連邦軍における中距離支援機開発コンペにて、ジムキャノン2の対抗馬として開発されました。そのため、一年戦争時最も高いスペックを誇ったジムスナイパー2をベースとして、基本性能の底上げを図った機体となっています。そのため、ガンキャノンの名を冠しているものの、厳密にはガンキャノンの後継機ではなく、ジムスナイパー2の後継機となっています。機体はジムスナイパー2がベースでありつつも、武装はガンキャノンがベースなので、ガンキャノン系列機という珍しいパターンです。ただ、最終的に中距離支援機のコンペではジムキャノン2が勝利したので、本機は検討だけでお蔵入りになりました。次にガンキャノンディテクターです。こちらはメカニックデザイン企画ゼータモビルスーツバリエーションが初出であり、後にガンダムユニコーンに登場した機体です。本機は安定した射撃性能を獲得するべく、射撃姿勢への移行をスムーズに行えるメタスのムーバブルフレームがベースになっています。ガンダムユニコーンではトリントン基地防衛にて確認され、紺色を基調としたカラーリングが施されていました。このようにガンキャノンの名を冠していつつも、ベースがガンキャノンではない機体が開発されていることを踏まえると、ガンキャノンの直系開発機と呼べる機体は量産型ガンキャノンまでとなりますが、その支援機の技術は脈々と受け継がれていき、
様々な支援用モビルスーツが誕生することになりました。余談ですが、PS3 用ゲーム、ガンダム戦記のムービーでは、アバオア空戦で、203とマーキングされたガンキャノンが登場し、ジオンのエリク少佐を翻弄し、ジオン軍を次々と撃墜していきました。一年戦争終盤で、圧倒的な強さを誇るガンキャノンということで、このガンキャノン203に登場していたパイロットは、カイシデンなのではないか、それともジョブジョンか、はたまたエイガーか、と噂されることがあります。ただ、ホワイトベースに配備されたガンキャノンの機体番号は、108と109であるため、少なくとも、カイやハヤット機とは別のガンキャノンのようです。また、ガンキャノン203号機は、漫画モビルスーツジェネレーションにも登場しており、こちらでは、民間シャトルをハイジャックしたゲルヌグに対して長距離射撃を成功させるという凄技を披露しています。他にも、劇場版機動戦士ガンダム巡り合い空では、3機目のガンキャノンが一瞬登場しており、作中の描写では、機体番号は書かれていませんが、モビルスーツバイブルによると、この機体が203号機とされています。そんな203号機のパイロットは未だ明かされていませんが、謎のエースパイロット搭乗機に与えられる番号なのかもしれません。なお、そんな謎に包まれた203は、人気が高いからか、HGUC 版ガンキャノンのガンプラでは、203のマーキングシールが付属されています。ほほー、大したもんじゃないか。203号機の謎について、Twitter で調べてみると、203号機のシーンの原画や制作を担当された方々曰く、203のマーキングを入れるよう指示を受けていたものの、203にした理由は不明とのこと。他にも、プロモデラーの方のお話で、当初は103で考えていたものの、103という機体番号は G3 ガンダムですでに存在するので、203にしたという話もあります。明確なソースの確認が難しい203号機ですが、名前がないからこそ、余計に想像力をかき立てられるのが面白いところではないでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。